ございます。おはようございます。さあ今日はもう春の雰囲気のあるちょっと山に行ってみましょう。はい。雪はあるかな、どうだろうね。ありそうだよ、なかなか。本当？うん。もうそろそろ冬も終わりな感じだね。そうだね。今年は長野県は多分雪が相当少なかったからさ、ね、この後ちょっと心配だよね。この水不足になりそうだね。畑の時期ね。今日はね、北八ヶ岳ロープウェイに乗って、北八だね、ピラタスのところ、で上登ってでちょっと上をフラフラしてみようかなと。坪庭とか島枯れとかね。そう、あっちの方に行ってみようと思って。前は北横の方に行ったじゃん。で今日は島枯れの方に行こうと思うんだけど、島枯れの上まで行くかはちょっと行ってみた感じでね、時間と相談していこうかなと思います。上で遊んだ後帰りはね、スキーで降りてこようと思うんだけど、今日は短いスキー持ってきたから、去年買ったやつ、ショートスキーで降りてきましょう。はい、そういう予定です。はい、おお、雪あるんだね、まだ。へえ、あ、気温も0度だって。結構寒いね。意外と寒いんだ。へえ。今日はね、スノーシュー持ってきてないから、チェーンスパイクだけ持ってきたけど、大丈夫でしょう。大丈夫でしょう。おお、雪すごいね。立ちないまままだいっぱいあるんだね。ここ左かな。これ？ここ？ああ。こっちね。4キロか、そうか。でも道路に雪はなかったね。お、着きました。ああ、ここか。こっちか。着いた。多いね。いっぱいいるね。スキー場もまだ雪はあります。標高高いからね。2200メーターぐらいだもんね、山頂が。じゃあ準備していきましょう。はい。さあ行ってみましょう。ちょっと先にチケットだけ買いに行ってきます。あら、レストランはまだか。パン屋さんにお土産物屋さん。次10時で10時20分に乗れるかな。今日はこんな感じで持ってきます。まだシールついてる。2300円で。おお、混んでるね。はい、お座ります。もう少々左右中ほどお入りください。中の方にお入りください。次に決めてない。疲れたね。2237メーター。風は強いけどそんな寒くはない。結構雪あるじゃん。まだ50センチ以上ありそう。すごいね。全然違うね。そりゃ安心感が。疲れないよね、これあるだけで。こんな感じです。とりあえず島枯れの方を目指すか。現在地で島枯れってあっちの方だよね。そうそう、まだ島枯れ山荘の方からだよね。そう。行ってみましょう。行ってみよう。風は強いけど気持ちいいね。これだね、天池峠。
どうやらあっちだな。この谷筋を行くっぽいね。間違えた道。本当だ。行ってみよう。書いてあった。もう書いてあった。あ、なんかついたよ。あ、山荘じゃない。島枯山荘だったかな。なんか可愛いね。三ね角で、なんか煙突出てて。本当だね。お、なんか出てきた。茶臼、島枯、甘池、三井、三岳。島枯はこっち？こっちか。こっちの双子池、甘池の方行ってみる？もうちょっと行ってみようか。もうちょっと歩いてみようか。島枯はちょっと風が強いしさ。わあ、なんか綺麗だな。すげえ綺麗。おお。すげえ下るじゃん。これは帰り大変だぞ。おお。はあ、ちょっと平らなところに出てきた。よいしょ。ああ、いいね、お天気で。最高に気持ちいいですね。なんか木が鳴ってるな、揺れて。甘池まで来た。あ、看板だ。多分ここ入ってったら甘池じゃないかな。ああ、越後高原に抜けるんだ。深そうだな。行けるかな。どう？大丈夫そう？スノーシュー持ってきたらよかった。こんなんならね。ああ、大丈夫だね。けど雪たっぷりあるな、まだねえ。軽いし結構最近降った感じだ。ああ、すごいすごいね。綺麗だ。甘池峠 1.3 キロ、2キロぐらい来たんだ。休憩しましょう。はあ、こちらをテストしたいと思います、はい、こちらです。アンテナ立ちます。メガネ。
もう電源入れます。でこれ足が出るはず。足出たね。このドローンがスペシャルなドローンで360度撮影できるドローンです。イメージとしてはインスタ 360X5 がドローンについているようなイメージですね。そういうドローンになります、はい、でメーカーもインスタ360のアンチグラビっていうメーカーになります。アンチグラビティの A1 っていうドローンです。うわ静かだな。おおどうでしょう。今動画の途中ですけど、実際ドローンの映像今までとちょっと違うと思うんですけど、新しいドローンを使って撮ってます、はい、すごいね。この迫力はすごいね。今回はこの 8K360 度撮影ができるドローンアンチグラビティ A1 っていうドローンになるんですけど、こちらのご紹介をちょっとしたいと思います、はい、アンチグラビティ A1 なんですけど、インスタ360の技術を使った新ブランドのドローンになります。私たちは毎回スキーをするときにこのカメラを使うんですけど、これがインスタ 360X5 というカメラになってて、両面レンズがついてるんですけど、この両面のレンズで360度全部が撮影できるというカメラになってます、まあ、相当今ねスキー場とか行くとさ、かなりの特にスノーボードの人が多いかな。そうだね。片手に持って前で自撮りできるから、で何がいいって前だけじゃなくて後ろも撮れるし横も撮れてるし、頭の上につけといたらもう全部撮れてるんだよね、全周。あとはどこを使うかっていうのはもう全部その後編集でいくらでも何とでもなるっていう、そういうカメラだよね、このインスタ 360X5 は。でこのカメラのドローン版っていう感じになります。では早速出してみます、はい。で、本体はこの中に入ってるんですけど、すごいしっかりした箱。そう。潰れなくていいよね。ちょっと。すごいしっかりした箱だよっていうこと。で、本体がこちらですね。本体がこちらになります。はい、ちょっと広げてみますね。こんな感じです。はい、最大の特徴は、先ほども言ったように 8K の360度撮影ができるっていうところなんですけど、ここと、あと下、ここですね、にカメラがついていて、こちらの両面のカメラを使って 8K360 度撮影をするというドローンになります、はい、空間丸ごと撮影ができるっていう点で、一度飛行させると360度撮影ができているので、撮り逃しがなく撮影ができるっていう、とっても素晴らしいドローンになります。この重量なんですけど、バッテリー込みで 249g、かなり軽くてコンパクトなドローンです。多分バッテリーが重量の半分ぐらい占めてるんじゃないかな。バッテリーはここに入ってるんですけど、これなかったらもう軽いよね。空気のように軽い。相当努力してるよね、この 250g っていうのがさ、いろんな規制の対象というか、特に海外だとその250g 以上だといろいろ申請とかが複雑になってくるみたいで、ここになんとか抑えないといけないっていうね。そう。企業努力だよね、本当に。249g。置くときはここに足がついてるので。レンズ傷ついたらね。そう、下にもついてるから、これで置くんですけど、これ自動で通常は
出てくるんですけど、手動でも操作はすることができます。実際ドローン飛ばすとき自動で出てきたもんね。はい、こんな感じですね。はい。でこれのさすごいのがインスタ 360X5 もそうなったんだけど、レンズが交換できるんでね。レンズのガラスか、そうこれが結構前の X3 とか X4 だと傷ついちゃってさ、うちも3回ぐらい傷つけて交換してるんだけど、交換ってもう本体をね。そうそう。で X5 からレンズのガラスが交換できるようになって、このアンチグラビティ A1 も交換できると、これはだいぶ助かると思います。やっぱ360度のカメラだとこうレンズが出てるから、そうそう、球面だからね。そうそうそう。だからちょっとこう出てるところがやっぱ当たっちゃうと、そこに傷がつくとかなり目立っちゃうので、映像として。なのでその自分で交換ができるっていうのはとっても便利だなと思います。そうだね。このドローンを飛ばすためには他にも必要なものがあって、こちらに入ってるんですけど、まずねこれからいきますね。まず一つ目がビジョンゴーグル、このゴーグルをつけて操作を確認しながら飛ばすと、映像を確認しながら飛ばすっていうことになるんですけど、あとビジョンゴーグルにはバッテリーが内蔵されてないので、こういうバッテリーをこう首からかけて、こんな感じで首からかけて、これに有線で接続して使うようになります。はい。あとこれがグリップコントローラーになっています。このグリップコントローラーでドローンを操縦します。操縦っていうことなんで、旋回だね。右旋回、左旋回、それからスピードの調整、トリガーでスピードの調整、それから昇降と下降もすべてこれ一つ片手でできると。すごいよね。これちょっと飛ばしてるとこ見てたけど、面白い、本当に。こういう風に。そうでね。右手、左手みたいな、こんな感じで。すごいよね、面白い。離すと止まるんで、結構簡単に操作ができる。でこのセットでドローンを操縦するということになります。これが全部揃って初めて飛ばせるっていうことだね。そうです。で従来のドローンだと送信機に内蔵の画面を見ながら、もしくは送信機に携帯電話をその上につけてその映像を見ながら操作するんですけど、アンチグラビティ A1 はこのビジョンゴーグルとグリップコントローラー、これですね、で操作をして飛行するっていうことなので、全く操作方法が通常のドローンと違います。でただ私も今回初めてゴーグルを装着して面白かったよあれ、ドローンを飛行してみたんですけど、さほど難しさは感じなかったかなと思います。外から見てたらさ、グリップコントローラーで簡単に右左上下するでしょ、で今までのだとなんかゲーム機みたいなやつじゃん、右と左に十字キーがついててさ、でこう右行ったり左行ったりみたいな、でさらに普通のドローンってカメラが前にしか向いてないじゃん、でそれを上下させたりしないとダメだからさ、上になんかそういうジョグがついてて、多分ゲーム慣れてる人とか余裕だと思うんだけど、だけどこれはもう手の向きで全部言うこと聞いてくれるからさ、結構簡単というか、いいよね。一見難しそうに見えるでしょ、なんかゴーグルつけてって。そうだよね。だけどやってみるとなんかすごい簡単なのかなっていう感じがした、外から見てて、最初5分ぐらいなんか大丈夫かなって感じだったの、だけどもうその後なんかスイスイ飛ばしてるからさ、すごいなと思って。結構ね慣れるのは早いと思うね。そんな感じだね。直感的に飛ばすことができるから、最初ねもちろん家で練習はしてるんだけどね、このドローンなんだけどフリーモーションモードと FPV モードっていう2種類の飛行モードがあって、で最初はフリーモーションモードっていう要はこのグリップコントローラーで指さした方にドローンが飛んでくれるよっていう操作なんだけど、そっちの方が比較的慣れやすいかなと思います、最初は。で慣れてきたらFPV ドローンのようにもう自由自在に飛ばすこともいいと思うんだけど、最初はフリーモーションモードから始めれば問題ないかなと思います。このドローンの一番のポイントがビジョンゴーグルを装着して操縦するっていうところで、圧倒的没入感がすごいなっていうのが感想でそれね、俺もさ家でちょっと飛ばしてる時にゴーグルつけさせてもらったじゃん、ね、横に立ってもうすごかった。すごいんだよね本当に。ちょっとゾクゾクしたもん。10メーターも上がってないのに、ゾクゾクしたもん。ゴーグルで見ている映像がドローンが撮影している映像なので、
あたかも自分が飛んでるかのような感覚になってて、高く100メーターぐらい上がると、下見ると本当足がすくむ感じで、今までにないドローンだなっていう風に感じました。その実際のゴーグルの映像がこんな感じだね。はい。で、このゴーグルをしてると360度見渡せるんですよね、周囲が。従来のドローンだとカメラが前しかない。前にしかついてないので、コントローラーとかで、確認するのも前の映像だけになるんですけど、ビジョンゴーグルは例えば、こっち向いたら左側が見えて、こっち向いたら下側が見えて、で360度こうやってどこでも見渡すことができると。そうそう。それがねちょっとイメージつきづらいんだけど、このドローンがホバリングしててもそうできるっていうことね、だから 50m 上で停止させるでしょ、ずっと飛んでると、でもゴーグルで真正面見てたら真正面なんだけど、下向いたら下が見えるの、で後ろに振り返ったら後ろが見えるの、だけどドローンは動いてないんだよね、浮いてるだけなの、要は360度で全方位を撮影してるからどこでも自由に見れますっていう、これがやっぱすごいところでしょ。さらに誰でも簡単に飛ばせるように追従モードなどいくつかのフライトパターンがもともと入ってるので、簡単にちょっと設定をするだけでもうプロのような映像が簡単に撮れると。だから自分で操作しないでよくなるっていうことね。そうそうそう、実際に俺追いかけ回されたじゃん、すごかったよあれ。ちょっとこの映像を見てみてください。こんな感じです。くるくる回るのもそうなんだけど、追従モードでずっとついてきたのね、これすごいのが俺の足跡ずっとついてるじゃん、雪に、そこから全くずれてないの、ずっとそこをトレースしてるのね、それがすごいなと思って、すごい追従性能だよね。そうだね、この360度のドローンのいいところが後から画角を自由に決められるっていう点もすごく良くて、通常のドローン撮影はカメラが前方を向いてるっていう話したんですけど、撮影中は、コードとかドローンの方向、あとカメラの方向を動かしながら撮影しないといけないんですけど、アンチグラビティ A1 はもう一回こうスワーッと飛ばせば360度全部が撮れてるので、後からどの角度を使いたいかっていうのを専用アプリで簡単に編集して書き出すことができると。いやこれが本当にすごくてさ、実際ドローン飛ばしたらわかると思うんだけど、なんかいつもさ、はい行って戻って向こう行ってこっち来てこっちに向いてからこう飛ばして、今度反対側にカメラ向けてまた同じ方向飛ばしてとかさ、何回もやらないとダメじゃん。そうそうそう。だけどこれの場合はそのどういう順番で物を撮りたいかだけ考えといたらいいじゃん。例えば A 地点 B 地点 C 地点があったら、ABC で写したければ A から C まで飛ばしたらいいでしょ、でその逆だったら C から A まで飛ばしたらよくて、それだけ飛ばしといたらあとは写してる方向は自由に決めれちゃうっていうね、それがすごいよね。パソコンや携帯で動画の編集が苦手っていう方もいると思うんですけど、アプリには AI 編集機能っていう、便利な機能もついてて、AI がベストなアングルを考えて勝手に編集してくれるっていうものもついてるので、いろいろ触ってみたいなっていう方もいると思うんですけど、最初は自動で作ってもらってもすぐ作れるっていうのがあるので、それもいいかなと思います。これもやっぱねすごいよね。多分これも、さっき紹介したインスタ 360X5 あるでしょ、でこれがもうずっと X4、X3 ってずっと昔からもう長いことやってるじゃん、インスタ360って、でどこよりも優れてるのがやっぱりそのソフトのところだと思うんだよね。そうだね、その後からの編集っていうのがすごいやりやすくて、そこがやっぱすごいなと思ってたんだけど、それが多分このアンチグラビティにも活かされてて、撮った映像を本当にうまく編集してくれるし、かっこよくしてくれるっていう、本当にそこすごいよね。そうだね。で、そのインスタ360のもともとデスクトップアプリとかそういうのを、ソフトを使ってる方はもう何も違和感なく同じような感じで使えるので、
それもいいかなと思います。いやこれは結構すごいね。うん、360度カメラができた時にさ、これはいろいろ変わるなと思って、3年ぐらい前、もうちょっと前から出てたのかな。何社か出てたじゃん、日本のメーカーからも。そうだね。だけど俺らもインスタ 360X3 をさ、使ってずっと自転車とか、スキーとかで使ってたんだけど、本当に便利で、これは今後すごい主流になるなと思ってたら、今スキー場行ったらどうだろう、そういうアクションカメラ使ってる人の半分とまではいかないけどさ、かなりの人がもうそうなってるでしょ。そうだね、だからドローンもそうなってくんじゃないかなと思って、やっぱり、これは本当にゲームチェンジャーというかさ、飛ばしてる映像の中でもさ、くるっと回ってるのがあるじゃん、空と地面が逆になってるような、あれって多分 FPV のさ、すごいのだったらくるっと回したりできると思うんだけど、なかなか難しいじゃん、それで綺麗な映像を撮るって、けどこれ普通に飛ばしてるだけであんなもんぐるぐる回すこともできちゃうんだからさ。そうだね。いやこれはすごいよね本当に、今後いろんなすごい映像がいっぱい出てきそうだよね。私個人的な感想としては、実際に使ってみて、撮影のストレスがほぼなくなるドローンだなっていうふうになるほどね感じたんだけど、従来のドローンってちゃんと映ってるか気になるし、カメラの向き気にするし、いろんなこと同時にしなきゃいけないから、操作に集中しなきゃいけないし、横でうるさいしね。そう横でああしろこうしろってうるさいしこっち撮ってあっち撮ってうるさいしっていうなんか忙しさがあったんだけど、アンチグラビティ A1 はそこが全部なくなるような感じで、とりあえず飛ばすだけで OK、で後からベストな映像を作れるっていうのですごく便利だな。本当だよね、でやっぱり個人的に一番印象的だったのはやっぱりゴーグルの没入感がすごくて、今までドローンを操作してきたけど、これは全く別物というか、新しい革命だなというふうに思って、今日はちょっとこの新しいアンチグラビティの A1 のご紹介をさせていただきました。で製品のリンク等は概要欄に記載したいと思いますので、気になる方はぜひチェックしてみてください。ではちょっとこのまんま Vlog が続きます。はい。この後必死で登ります。急坂を登ります。急坂を登ってご飯を食べに行ってる Vlog が続くので、ぜひこのままご視聴いただければと思います。お昼ご飯食べますか？これ食べて戻ってく。結構帰り大変だぞ。すげえ下ったもん。ね。地獄の登りがあるから。あると思うよ、多分。いただきます。美味しいね。結構寒いね。風は冷たいし、帰り汗かくんだろうな、あの坂は。相当過酷だと思うな。結構いるね、人。いるね。平日なのに。皆さん過酷な山を登るの？登るのか、なんかあれかな、ルートがあるのかな、抜けるルートが。よくわかんない。よし、では帰っていきますか。よし。やだな、あそこ登るの。すごかったもん。一応さ、降りるときにチェーンスパイクで登れるかのチェックはしといたの。登れなかったら終わるじゃん。ねえ、帰れなくなっちゃうから。ロープも持ってきてないしさ。まあね。でも大丈夫だったよ、チェックしたら。でもこれぐらいの時期ね、3月。寒すぎないからさ。ねえ。真冬じゃ寒すぎるじゃん、ここは。2000メーター超えてるからさ。だと思う、雪も。で、そこまで深くないけど、楽しめて。思ったよりずっとあるね。登れる？
すごい坂だね。ほんとこれ。はあ、ここ行くのか。激しいね。綺麗だね。よいしょ。半分ぐらい来たかな。ああ、もう着いたじゃん。ああ、3時ちょうどのロープウェイが出ますって今言ってるね。ちょうどよかった。3時だ。1時間半だね、ここまで。よしよし。ねえ、すごい下ったからどうなるかと思ったけどねえ、上り自体は30分ぐらいだ。40分ぐらいか。あそこ寄ってこうよ、展望台。3時ぴったりぐらい。ああ、やってないんだカフェは。残念。すごいね、盛り上がってるね、いっぱい。行くかいいじゃん。お、なんか怖いね。怖いね。何これ。どうやって滑るんだっけ。超むずいね。去年なんであんな滑れたんだろう。
あ疲れたね。去年の方がうまく滑れたな。雪の問題かな。氷っぽかったから。いやけどよかったじゃん。靴がこんな窮屈だったかな。硬いし可動域がなんか狭いし、結構違うんだね、やっぱいい靴とね。全然違うね。いや本当だね。自分の足に合ってないとこんな普通なの。そしてこれが普通だと思ってたんだもん。なんか飲めるものないかな。ちょっと見に行ってみます。残念。15時半までだった。じゃあ立科湖でも行ってみるか。行ってみようか。コーヒー飲みに。そうしよう。行きますよ。行きましょう。足が超疲れてるな。ねえ、やっぱ雪の上を歩くっていうのは結構大変だね。いや俺多分ショートスキーだと思う。ショートスキーで？すっげえ疲れた。途中ももがつるかと思った。いやでも私もつるかと思った。そうでしょ、ねえ。なんでだ。難しいね。いや去年もっとうまく滑れたじゃん。津賀池で何本もリフト乗ったのにさ、今日4キロ1本滑っただけでこんな疲れるとは。まあでも楽しかったね。楽しかったね。初めて行ったし赤池っていうのも、ねえよかったよ。では降りてって立科湖の方でいい？スイッチバック行きたかったんだけどね、久しぶりに。今日休みだしか。おー超いるもん。すごいすごい渡ってくるよ、ね、見てかわいい。道の駅のところのコーヒー屋さんなら行けるかな。ね、おそらくやってるかね、やってるってなってるんだけど。本当に？多分行ってみようか。デザート&カフェタテックルっていうところ。OK。これか。やってるじゃん。いいじゃん。行ってみよう。ラストだ4時半。ギリギリ。今日はケーキドリンクセットの1280円です。これね。キャラメルムースと石田柿ナッツタルト。立科湖の目の前でこんないいとこあったんだね。しかも山も見えて。山見えていいね。そう、山も見えてさ、これ紅葉の時とかここから最高じゃん。ね。そう。市田柿のタルトだったかな。こっちもすごいね。いただきます。いただきます。これからカプチーノ。美味しい。美味しいね。うまそうだなそれ。結構ビターだね。ね、美味しい。美味しいね。ブルーベリー。下までなんか味が違いそう。ムースだ。うまっ。本当だ。すっごい美味しい。ちょうどね。こちらは市田柿だって。いただきます。ソースも美味しそう。うまい。石田柿とナッツって書いてあったかな。美味しい。ナッツと美味しい。干し柿か。これはそうか、石田柿だもんね。石田柿は干し柿。そうだよね。とナッツがすごい合う。こんな大きいの入ってる。結構歩いた後の甘いものが格別だね。たまらない。うまい。いやー、美味しかった。美味しかったね。オアシスだったね。ここの、ここの駐車場。ここにあった。すごい良かった。ケーキ美味しかった。美味しかったね。オアシス。湖見ながらのんびり。結構外寒いからさ、いいよね。では降りてって、夕飯に行きましょう。はい。
夕飯はねちょっともうあまりにも体力を使っちゃったからさ、がっつり焼肉に行きたかったんだけど、なんか焼肉屋さんがね今日結構休みで行きたいなと思ったところが、なんでちょっと違うところ、お肉を食べに行きましょう。それでも、今から行くのは道の駅の目の前、この前行ったじゃん、花亭さんだっけ、花亭さん行ったじゃん、中華おいしい、そうそうそう、でその時に駐車場から歩いててたまたま見つけたお店があって、すごい気になってさ、その時メニューも全部見てったんだけど、これは行かないとと思ってて、あ、そういえばそれちょうどいいじゃんと思って今日、淡白な淡白な筋肉にすぐなりそうなそう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 、お肉といえばあれです。こっから近いよ、22、3分だって、道の駅から近いんだね。さあ降りてきました。はい。駐車場はこの前のところだよね、無料のところ3時間。きっと、駅のさあ行ってみますか。あ、でも寒いけどこの前と全然温度違う。あれいつ来たっけ、あの時だってもうマイナス5度とかだったんじゃなかった。さあ到着です。これだね。何にしようかしら。馬刺しメニューがいっぱいです。ステーキ、すき焼き、しゃぶしゃぶ、すごいね。カラカラと、あとね、あ、夜も定食があるね。今日はね、桜丼1550円とユッケ丼の1450円、あとステーキの3種ハーフ盛り、2980円です。桜肉の由来だって確かにね、なんで桜って言うんだろうね。ボタンも言うしさね。すっごいいい匂いする。ほんとごま油かな、こっちが桜丼でそっちがユッケだもんね。こちらがねユッケ。お醤油とかはないから多分味がついてる。味がついてるんだよね多分。ここのね米沢っていうところのお米と信州のお味噌だって美味しそう。説明もしてくれてね、すごいぞ、安いなこれ。あ、すげえ玉ねぎ入ってる。いただきます。あ、うまい。あ、相当淡白です。あ、うまい。あ、うまそうだな、そっちも。美味しそう。スライスした玉ねぎかな。いただきます。そっちがごま油か。ごま油と、あと甘めのねお醤油かなで味付けしてあって、生卵がクリーミーで最高ですね。でシャキシャキした玉ねぎが下に薄切りの玉ねぎがねここの下に敷いてあって、ほんといいよね。この前の中華もいいなと思ったけどさ、この駅から5分以内でさ、電車待ってる間に、こんな長野の名物を食べれるって。野沢菜もついて、長野のお味噌のお味噌汁もついて、なんかこのユッケ丼のお肉すごいとろけるんだけど。そうだよね。めちゃくちゃ美味しい。美味しいよね。わあ、お味噌汁も美味しそう。わあ、最高。美味しい。これね、リンゴ、千切りリンゴだ。やばいね。美味しいでしょ。超うまい。
こっちの方がね味が濃厚だ。うまい。ロースでハラミ。いただいてみます。ロース。どう？さっぱり。うまい。いいね。すごいぞ。ねえ、なんかね、これはね、どうしますかって言って、電車とかだとか、ね、綺麗。違う。ラミ。本当は全部違う。そう。うまい。どれが一番美味しかった？やっぱそれかな。ヒレが美味しいんだ。美味しかったね。美味しかったね。大満足です。丼いいね。1500円とかでさ、すごいいいよ。いやユッケ丼最高だったよ。美味しかったね、あれね。あれを食べて、知野から電車乗って、新宿で降りて、完璧じゃない、ほんと。